こんにちは、ふーです。私は車で日本中を回っています。東北を旅している最中、個人的に行っておきたかった原発事故の資料館に行きました。そして津波と原発事故の影響を大きく受けた双葉町にも足を運びました。そこで見た双葉町の現状と町を挙げて復興に取り組んでいる様子をもっと多くの人に広めたいと思ったので、一本の動画にまとめてみました。いつもの旅動画とは全く違った内容になりますが、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。まず双葉町の現状ですが、赤く塗られた部分が帰還困難区域で立ち入ることもできないエリアです。未だ半分以上のエリアがこれに該当します。一方、最寄りのインターから双葉駅までの道や双葉駅周辺は避難指示が解除され立ち入ることができます。さらに青く塗られている部分は2022年に初めて設定された人が居住できるエリアとなっています。双葉駅周辺は至る所で新しい施設の建設が進んでいて、復興が進んでいる様子でした。新しく建てられた建物はとても綺麗で近未来的な雰囲気があります。これは政府や企業からの支援で未来志向のまちづくりが進められているからだそうですよ。一方、双葉駅から少し離れると14年経った今でも放置された家屋や震災当時のまま取り残された廃墟が残っていました。原発事故以来人口はゼロになりましたが、2022年8月に町への帰還が可能になって、現在の人口およそ170人ほどだそうです。双葉町としては10年後には2000人から3000人にすることが目標だそうです。まずは町の現状を知るためにインターを降りて双葉駅の方へ向かうことにしました。インターから双葉駅までは一本道ですが、枝分かれしている他の道は全て封鎖され、バリケードが敷かれていました。最初にお話しした通り、駅周辺以外はほとんど帰還困難区域に指定されているので、立ち入りも許されていないようです。道路を走っていて目に留まったのは、至る所にイノシシの罠が仕掛けてありました。人がいなくなって以来、野生動物が田畑や家を荒らしてしまっているそうです。閉鎖された公園にも罠が置かれていました。インターから双葉駅までの間、人や車とすれ違うことはありませんでした。ところどころ家は残されていますが、まだ人が戻っていないようで、ほとんど空き家でした。昼時にもかかわらず、人がいない様子はまるで神隠しにあったかのようでした。双葉駅に着きました。駅の方まで来ると、人や車ともすれ違うようになりました。駅に無料の駐車場があるので、少し散策してみようと思います。駅は新しく建てられたようで、とても綺麗でしたよ。構内には人はいませんでしたが、電車はだいたい1時間に1本通っているようです。駅から少し歩いてみようと思います。街を歩いていて目に留まるのが建物に描かれている絵です。これは避難を強いられて住民がいなくなった双葉町を壁画アートで盛り上げようという取り組みだそうですよ。ちなみにここにはカフェがオープンする予定だそうです。駅や公園、学校跡、公共施設など街の至るところに放射線の測定器が設置されていました。復興を進める上で大きな壁となる放射線量ですが、数値は場所によって様々でした。これは1時間あたりの空間放射線量を示す数値で、日本の一般的な基準が1時間あたり 0.34 マイクロシーベルトだそうです。双葉駅周辺は1時間あたり 0.26 マイクロシーベルトでした。帰還困難区域の境目にある双葉幼稚園の測定器は 0.9 マイクロシーベルトでした。駅から離れた場所や森の中などは数値が高いようです。ちなみに原発事故当時の原子炉建屋内の放射線量は1時間あたり5シーベルト、マイクロシーベルトに直すと500万マイクロシーベルトという途方もない数値が観測されたそうです。しかしそれは人間が測定可能な場所で測った数値です。2017年に遠隔操作のロボットで計測した際には650シーベルト、マイクロシーベルトに直すと6億5000万マイクロシーベルトが計測されたそうです。
これは人間が即死するレベルでとても危険な数値です。震災から10年以上経った今でも課題は残されていますが、これから30年から40年かけて廃炉していくそうです。目当てだった原子力災害伝承館に向かいます。伝承館には原発事故についての豊富な資料や展示があります。伝承館の隣には双葉町交流センターがあって、町で唯一営業しているコンビニやレストランがあるそうですよ。まずはお腹空いたのでご飯を食べてきますね。交流センターの外観はモダンなデザインでした。とても綺麗ですね。レストランもとても綺麗でした。撮影が下手で白飛びしていますが、眺めも素晴らしいですよ。双葉丼を頼んでみました。思わずニコニコしてしまうぐらい美味しかったですよ。目的だった資料館に行ってきました。津波により変形した消防車が展示されていました。これは双葉町の消防団が使用していたもので、津波襲来時に出動して最後まで避難を呼びかけていたそうです。津波で流された道路標識と一緒に発見されたそうです。津波襲来以来、町民を助けるために命がけで活動されていた方がたくさんいたことを知りました。館内にはこのように震災についての資料や展示があるので、深く知りたい方はぜひ足を運んでみてください。双葉町やその周辺を走っていて、目に留まった建物や廃墟がいくつかありました。まずはケーズ電機双葉富岡店跡です。このケーズ電機は震災の2週間後にオープンする予定でしたが、そのまま営業されることなく閉店となってしまったそうです。店舗は解体されず、綺麗なまま残されているので、もしかしたらまたオープンするのかもしれませんね。双葉町の自動車教習所はどうなっているのか気になったので、双葉自動車学校に向かいました。双葉自動車学校は震災から10年間閉鎖されていましたが、2022年に営業が再開されたようで、この時もバイクや車の教習をしていました。今は地元の復興シンボルとなっているそうですよ。賑わっている教習所のすぐ裏には住宅街がありました。人は全く住んでいないようでしたが、綺麗なまま維持されているので、もしかしたら今後人が戻ってくるのかもしれませんね。車を走らせていると双葉高校がありました。2年前まではここも帰還困難区域に指定されていたので、人が立ち入ることもできず、校舎は震災当時のままだそうです。現在双葉高校復活を願う同窓生の方たちが復興に取り組んでいるそうです。双葉高校が活気ある姿に戻るのが待ち遠しいですね。海沿いに行ってみると、新しく建設された防波堤がありました。高さは6メートルぐらいで延々と続いています。海はとても穏やかでした。これが最大40メートルの津波になるなんて想像もできません。自然の力は本当に恐ろしいです。振り返ると植林の跡が見られました。この植林活動は防潮堤としての役割を持たせながら復興の象徴ともされているそうですよ。防波堤を歩いているとマリーンハウス双葉がありました。津波が来た時、この建物の3階に避難して助かった方がいたそうです。時計を見ると3時36分を指して止まっています。これは双葉町に津波が到達した時間です。ここは海から300メートルの位置にある請戸小学校です。津波に襲われましたが、生徒82人全員が助かった奇跡の小学校と言われています。大津波警報発令時、教務主任の指示で学校のすぐ裏にある大平山に向かったそうです。
大平山に避難した後は近くを通りかかったトラックが全員を荷台に乗せて役場まで運んでくれたそうです。こうして82人全員の避難が完了したそうです。津波は学校のあらゆるものを破壊しながら2階まで浸水したそうです。今は震災の遺構として残してあり、校内を見学できるようになっているので、よかったら足を運んでみてください。請戸小学校の周辺は校舎以外すべてが跡形もなくなぎ倒されていて、今は何も残っていません。改めて津波の恐ろしさを実感しました。今回双葉町に行ってみて、震災当時小学生だった私には理解できなかったことをたくさん知れたので、とても意義のある旅になりました。駅周辺には機関車に向けた住宅が建てられていたり、駅前には今年の春にイオンがオープンする予定です。他にも飲食店の出店やホテルの建設も決まっています。たくさんの方が復興に向けて団結していて、少しずつ着実に復興しています。